皆さんこんにちは、ミサです。以前アップした動画にある通り、結婚式場をオリエンタルホテル東京ベイさんに決めたのですが、今回は試食会とウェディングフェスタというイベントに参加した時の様子を動画にしました。特にウェディングフェスの方は結婚式会場を選ぶ方にもためになる内容が多かったので、ぜひ最後までご覧ください。まず試食会からお話しします。オリエンタルホテルはブライダルフェアは月に何度か開催しているのですが、試食ができる日は月に2回程度しかありません。私たちはブライダルフェアに行った当日制約したんですが、試食ができる日ではなかったので、制約後に試食会に参加しました。式場の下調べの段階でオリエンタルホテルの食事はとても評価が高いことで有名だったので、試食しなくても制約して大丈夫かなと判断して当日制約に至りました。試食会当日、予約時間の10分程度前に披露宴会場に向かうと、プランナーさんのエスコートで結婚式の当日のような豪華な装飾がされたテーブルに案内されました。お席に着くとベテランの司会者さんからご挨拶があって、スタッフさんが飲み物を持ってきてくださいました。飲み物はリンゴジュースかウーロン茶から選べました。ちなみにウーロン茶は利尿作用があるので、式当日は控えた方がいいですよっていう風に教えてくださいました。で、前菜から順番に運ばれてくるのですが、自家製マリネ、サーモンの炙り、見た目も華やかですよね。このカリフラワーのムースキャビア添え、すっごい美味しかったです。濃厚だけどしつこくないお味でとても食べやすかったです。で、こちらコンソメスープです。今回は全てハーフサイズでの試食なので、カップも少し小さめになってます。上に浮いているのはトリュフ風味の鶏肉のムースだそうです。このパンもとっても美味しかったです。2種類あって、片方はふわっと、もう片方はサクッとした感じでした。瀬戸内産マダイのポワレ、お肉料理は国産黒毛和牛フィレ肉のローストが来ました。マダイの方に添えられているのは赤キャベツのマリネ、お肉にかかっているのはトリュフソース、添えられているものはマッシュポテトと野菜のチップです。どちらもとっても美味しかったんですけど、お肉がやや硬いかなという印象でした。最後はデザートです。確かショコラティラミスとフランボワーズのケーキだったと思います。重い感じじゃないので皆さん食べやすそうだなと思いました。グラスに乗っているのはフルーツゼリーです。さっぱりしていてとても美味しかったです。コーヒーか紅茶をお出しいただいたところで、プロジェクターが下がってきて、結婚式の最後で流すエンディングロール、取って出しムービーが流れてきました。試食会自体は全部で1時間です。ちなみにこの日の参加は私たちだけで、披露宴会場貸し切り状態でした。噂通りとっても美味しかったし、見た目も華やかでいいなと思いました。ただフィレ肉は少し硬かったです。料理のランクは全部で4ランクあって、お肉は上から順にフィレ肉、サーロイン、鶏胸肉。見積もりの時点では一番下のランク、鶏胸肉が出る予定の見積もり書になっているので、私たちは上から3番目のサーロインにランクアップしようかなと思っています。こちらが一番人気のコースだそうです。続いてウェディングフェスタです。こちらはオリエンタルホテルで結婚式を挙げることが決まっている方とその家族が参加できる年に2回あるイベントです。試食はもちろん模擬挙式、演出体験、草加、引き出物、エステ、ドレス、ブライダル保険、参列者の試着などができます。これほんと参加してよかったです。ゲスト目線で挙式や披露宴を体験できたので、この演出は盛り上がるな、これは必要ないかなと具体的なイメージがしやすかったです。制約した後、プランナーさんから事前予約の案内が送られてくるので、そちらから予約します。1人3000円かかりますが、打ち合わせが始まったタイミングで料理をランクアップすれば、この3000円は全員分キャッシュバックされるそうです。当日は案内図もいただけて、自分たちが気になるブースを回っていくスタイルです。まず模擬挙式に参加したのですが、本番さながらの司会や演奏を聞くことができました。私たちが制約した結婚式のプラン内には、牧師、聖歌隊、オルガン演奏者、結婚証明書が含まれているのですが、このようにオプションでバイオリンやソリストをお願いすることもできます。バイオリンは22,000円、ソリストは11,000円だそうです。ディズニー提携ホテルならではかもしれませんが、塔の上のラプンツェルの輝く未来やライオンキングの Can You Feel the Life Tonight などディズニーソングをリクエストすることもできるそうです。模擬挙式の後はウェルカムスペースの展示コーナーに行きました。4パターンのサンプルが置いてあって、全部違ったテイストなので、こんな風にしたいなとイメージがついてよかったです。
ウェルカムドリンクの試飲をさせていただいた後、私たちが披露宴会場に選んだオリエンタルというお部屋で披露宴体験がありました。メニュー表も置かれていて、本番そのものの装飾でした。両家とも両親含める家族と一緒に参加したのですが、お料理がとっても好評で安心しました。お食事終盤に差し掛かると、いろいろな演出体験がありました。このプロジェクションマッピングもすごいと思ったのですが、このフェアの特別価格適用で8万円になるそうなので、ちょっとお高いってところでなくてもいいかなと夫婦で話していました。バズーカと各テーブルのキャンドルの組み合わせ、盛り上がりそうですよね。昔は新郎新婦が各テーブルを回ってキャンドルセレモニーをしていたと思うんですが、今は遠隔操作で一気に灯せるんだそうです。樽にナイフを刺していく黒ひげ危機一髪に模したゲームのウェディングバージョンもあるんですが、当たりの人が刺したタイミングで遠隔操作できるみたいで、こういうゲームの時に新婦側の親族だけが当たっちゃったとか、そういうハプニングが起こらないように調整できるみたいです。他にもいろいろな演出をご紹介いただいて、演出一覧はテーブルに置かれた紙に書いてありました。別室の演出ブースでこの日見た各演出の料金を知ることができました。全部ちょっと考えてしまうようなお安くないお値段だったので、打ち合わせが始まったら本当に必要なものを厳選しなくちゃなと思っています。お料理ブースでは4段階あるコースすべてのサンプルが展示されていました。どれも華やかで量もちょうどいいです。見積もりは一番下のランク、鶏胸肉のお料理で料金計算がされているので、人に出すなら牛肉がいいという方はワンランク上げる方が多いそうです。料理にこだわりたい方は最高グレードに上げる方もいるそうですが、お値段かなり上がるので、私たちは一番人気の下から2番目、サーロインのコースにアップグレードしようと思っています。私たちの場合、参列者50名で18万円追加料金がかかります。また、ドリンクもデフォルトは乾杯用スパークリング、ビール、ウイスキー、赤ワイン、白ワイン、ウーロン茶、オレンジジュースしかついてきません。アップグレードはソフトドリンク充実プラン、アルコール充実プラン、ビーアルコール充実プランの3種類あり、いずれも1人1320円でアップグレードができます。ただ、オリエンタルホテルが今年で30周年を迎えられたということで、この3つのプランのドリンクが全て飲み放題になる特別プランが用意されていました。で、今回特別価格で1人1800円でアップグレードできるってことだったので、アルコール好きのお友達もいるし、参列者の方にはお食事を楽しんでもらいたいっていうところで、この特別プランをお願いしようかなと思っています。次は草加コーナーです。フローリストさんが一つ一つ丁寧に説明してくださって、サンプル装飾のお値段も表示されていて分かりやすかったです。テーブルクロスの色も30種類から選べるし、ナプキンも折り方が20種類選べるので、いろいろな組み合わせができそうですよね。高砂ではなくソファーにする方も増えてきているみたいです。ソファーだとテーブルでせっかくのドレスが隠れてしまうってことがないのがメリットだそうです。新郎新婦が座るメインテーブル周りの装飾はよくお写真を撮られることから結構大事だそうで、インパクトを出すためにシンボルツリーを置いてもいいかなと思いました。今回の展示にあったソファーは税込み19万8000円、シンボルツリーは2万2000円だそうです。結構高いですよね。こういうやり方もあるんだって安心したのは、こういう風に本を使ってアレンジすれば寂しくならずに費用を抑えられるよっていう風に教えてくださいました。ちなみに本1冊1000円でアレンジできるので、結構お得に華やかに見せられるんじゃないかなと思います。ブーケの展示もありました。オリエンタルホテルはブーケの持ち込みは無料なので、私はアーティフィシャルフラワーをどこかで購入して持ち込もうかなと思っています。ただ、フローリストさんと一緒に作った思い入れのあるブーケを結婚式後にも自宅のリビングに飾るのは、余韻に浸れていいかなとも思って迷っています。この辺りは季節によって雰囲気を変えられますよ、こういう装飾もありますよっていう展示ですね。美容エステコーナーもありました。ここではメイクリハーサルの予約とボディメイク、新郎のメイクの予約をしてきました。メイクリハは1万5000円くらいだったと思います。私、成人式の時のメイクが想像以上に濃いメイクにされてしまったのが結構残念だったので、式当日はベストな状態で迎えられるようにリハーサルは絶対やりたいと思っていました。ハリウッドメイクっていうワセリンを使ったファンデーションのご提案もあったんですけど、ちょっとお値段が高かったのと、それは別にいいかなと思って契約しませんでした。これをつけると泣いてもファンデーションが崩れないよっていう風に教えてくださいました。
ボディメイクは露出している肌の部分にキラキラのパウダーをつけてくださるみたいで、店員さんの肌を実際に見た時にとっても綺麗だったのでお願いすることにしました。こちらは6000円くらいだったと思います。新郎メイクは卒花さんから結構好評だったのと、実際にされた方のビフォーアフターの写真を見て私がおすすめして予約しました。こちらはメイクリファはついていなくて1万5000円くらいだったと思います。ブライダル保険も入りました。3種類プランがあって、真ん中のプラン3万6000円の保険料で500万円までカバーしている安心のプランにしました。当日何があるかわからないので、安心のためには必要な出費だと思って入りました。引き出物の展示コーナーです。いろんなブランドの展示があって、その場で契約ってよりかは、こんなものがありますよっていう展示スタイルでした。最近はポケットに入れて帰れるように QR コードが印刷されたカード1枚だけお渡しするっていうことも多いんだそうで、すごい便利になったなと思います。こちらはキャンドルやボールペンなど手作りギフトの展示コーナーなんかもありました。手作りなだけあってちょっと割高価格ですけど、すごい記念に残っていいなと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。本日は私が結婚式を挙げるオリエンタルホテル東京ベイの試食会とウェディングフェスの様子をご紹介しました。良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画で。